こんにちは。千尋です。今日はベルリンの生活の中で、日々思うこととか、あと疑問とか、ちょっと取り留めもなくお話ししていきたいなと思ってます。でちょっと、前回の動画から時間空いちゃったんですけど、なんか2本ぐらい作ってて、なんか違うなって思って、だけどどうやってそれをじゃあ改善するのかなんとなく分かんないままでぼーっとしてたらちょっと時間が経っちゃって、で今もうベルリン来て2ヶ月ぐらい経つんですけど、ちょうど2ヶ月ぐらいですかね。来てすぐの時に感動していたこと、いちいち感動したことが全部こう当たり前になって慣れちゃって、全然なんか普通になってきちゃったっていう、その慣れがどんどん起こってくるし、日々こう考えとかも変わってっちゃうので、なんかもっと簡単に出していけたらいいなと思って、なんかこういう喋る系の動画も出したいなと思って、今撮ってます。1本目と2本目とか編集とか、絵描くのも雑に描いたりに大変だったんで、もっと簡単に出したいなっていう感じです。はい。今日はそのコミュニケーションって何みたいなところをお話というか自分の中で最近考えていて、それについて話したいなと思ってます。でちなみに最近のお気に入りはこれです。このココナッツチップみたいなのが 2.6 ユーロぐらい、だいたい500円弱ぐらいで売ってて、これめっちゃ好きで、なんかココナッツって体にいいけど脂質めちゃくちゃ多いし、何事も取りすぎは良くないんですけど、なんか気狂ったように食べてます。これお菓子食べたいけど食べると止まんなくなっちゃうから、こういういい感じのものを食べてます。よくない？結構分厚い。1ユーロ166円ぐらいかな。そうですね。悲しい。で、お金が足りないよ。結構何事も深く考えちゃうタイプなんですけど、今回そのコミュニケーションとか、あと言語、特に英語について生活できてますかみたいなところの疑問を持ってる方もいらっしゃると思うので、そういったことをお話しできればなと思ってます。どんな状態で私がそもそもベルリンに来たかでいうと、英語が、いわゆるその高校までの文法レベルは理解をしてるというか勉強はやっていて、でも別になんか留学していたりとか海外の人と仕事をしていたりとか、そういうのは全然ない、英語に全く触れないで社会人生活過ごしててっていう感じの人間なのと、文法はあと単語はある程度わかるけど喋ったりとか聞いたりっていうのが全然できないみたいな感じの状態で来ている。で、ドイツ語っていうのはもう完全に初心者なので、今ちょっとずつ勉強しているっていうような感じです。こっち来ていろんな方と話してて分かったんですけど、やっぱなんかドイツの中でもベルリンってちょっと特別じゃないけど、なんかドイツじゃないみたいなこと言う方もいらっしゃるんですけど、ちょっと別枠感があります。っていうのもなんかこう、他の地域よりも結構いろんな国から人が来てて、
なのでドイツ語もちろん話せないと厳しいんですけど、なんか全然英語とか話せる方もたくさんいるというか、基本、より中心部、ベルリンの中の中心部だとみんな英語喋ってって当たり前で、プラス他の言語とか、母国語とかっていう感じなので、英語でも、生活はできるなっていう感じです。なのでドイツがっていうよりはちょっとベルリンがっていう感じの目で見ていただいた方がいいのかなっていうふうに思ってます。今ちょっと仕事探し中って感じなんですけど、その仕事し始めたらよりその言語の壁を強くぶち当たるじゃないけど感じるんだろうなと思いつつ、ぶっちゃけ生活自体はできます。それは多分想像できると思うんですけど、最悪翻訳したもの見せればいいし、あと簡単な単語とか英語とかで、通じるので生活自体はできる。ただ働くとか、あと深いコミュニケーションを誰かと取っていくとかってなると厳しいなっていうふうに、思ってます。今ちょっと動画撮ろうかなってやっと思い始めたのは、ちょっと落ち着いたからっていうのはあって、その前回挙げたその物件というかが見つかったみたいなのも一つあるんですけど、なんか自分的に結構いろんなことが、ストレスがあって、なんか病んでたとかじゃないですけど、なんかどう処理していいのかが結構悶々としてたっていう感じでした。そのストレスだったことの一つ大きなことはやっぱ言語の壁っていうのはあって、どっちかというと私は深く物事考えてしまうし、あと話してる人の言ってることをちゃんと理解したいし、私も、ちゃんと伝えたいなみたいな思いは結構強くて、だからなんか言いたいこと言えない、うまく言えないし、向こうが言ってることがちゃんと分かれないっていうのがすごいストレスだったっていうのがあります。ただ、なんかぶっちゃけその言語とかって一日でどうこうできるような話じゃないし、いろんな、こっちの方々とお話ししたりとかしてて、今の自分の実力でなんかどこまでどんな感じで相手に伝わっていくのかっていうのが今の実態じゃないけど現状が自分の現状が分かったっていうのがあって、それでちょっとすぐにどうにかなるわけでもないしっていうので、地に足ついたじゃないけど一旦なんか落ち着いてきたっていうのがあります。ここからじゃあスタートしていかなきゃいけないなみたいな感じで、今やっと捉えられるようになったっていうのがあります。結構やっぱり私今語学学校通ってないんですけど、語学学校どっか通った方がいいとか、あとは、ちゃんと日本でいろいろ勉強して慣らしてから来た方がいいんじゃないかみたいなのあったと思うんですけど、一応ちょっと勉強とかはオンラインのレッスン受けたりとかしてたんですけど、なんかぶっちゃけ私はリアルに人と話してそのシチュエーションを覚えていくみたいなのが多分得意というか好きだし、じゃないとあんまりモチベが湧かないんですよね。この人の言ってることをちゃんと理解したい、この人にちゃんと伝えたいみたいなのが結構一番のモチベーションな気がしているんで、だからなんかもう早く実践しちゃえって感じでもう来ちゃいましたっていうのがあります。だから個人的には全然なんかどれでもいいと思うんですけど、もう先に行って実践とりあえずやっちゃえみたいな、私は好きだし、その中で結局何やってもいろんな壁はぶち当たると思うんで、一個ずつクリアしていくしかないのかなっていうふうに思ったので来ちゃいました。ただやっぱりなんか私ずっと同じことだけをやってるっていうのは無理だったり、あと新しいことが好きだったりっていう風な人間なんですけど、ただ一方で結構めちゃメンタル豆腐な部分というか、新しいことやるのにいつも葛藤はしていて、自信のない日本語以外の言語を使って、他の海外の方と話していくっていうのは毎回もう毎日、たとえ店員さんに一言だけでもやっぱ緊張するっていうのは事実あって、やっぱ怖くなるだし、怖かったし、こっち来る前も今も怖いですけど、ただなんか
昔からそういう臆病な部分はあったので、なんかその臆病さについてそのカウンタートークじゃないですけど、それを変換できる自分なりのなんか呪文じゃないけど考え方の思考の転換の仕方みたいなのを持っていて、それでいつもこう明るく切り替えてやったりとかしてるんですけど、その中の一つでなんかそもそもこう完璧ってなんだろうなみたいなのが結構捉え方いろいろ持っておくといいのかなと思ってます。私もその完璧に喋れないとダメなんじゃないかとか、どうやって言ったら完璧かみたいな、その完璧を覚えてから相手に話してみるとか、そういうのをすごい考えたりするんですけど、言語とかに限らずなんかそもそも完璧って何なんだろうなっていうのはなんか結構長年考えてて、で完璧って多分その、自分の中で作り出した幻想なんですよね。なんか例えば、今回の話すことっていうと、これをこういう風な伝え方をしたら相手に自分が言いたいことが 100% 伝わるだろうっていうのが多分完璧な、この話すことにおいては完璧な状態っていうことだと思っていると思うんですけど、なんかそもそも、何かを伝えることに対して言い方なんて無限通りというかいろんな言い方があるし、あとたとえ、自分が言ったことを完璧に自分がシミュレーションしている通りに言えたとしても、その相手がどう受け取るかってその自分と同じような感覚で受け取れるかどうかって本当相手の経験とかなんか認識次第なので、100% 同じようなことを感じてもらうなんて無理なんですよね。っていうふうに考えると、なんかそもそも完璧って何なんだろうなっていうのはすごい、考えておいた方がいいのかなと。特にこう何か新しいことやったりとかチャレンジが得意じゃない人は、私みたいな人は特に、それって結局自分のこれを言ったら 100% 同じように伝わるだろうっていう自分の妄想なので、どれぐらい伝わったかどうかっていうのはもう相手に委ねるしかなくて、なのでもう早く言ってしまうじゃなくてこう、ぶつけるっていうのが、すごい大事なんじゃないかなと思ってます。完璧を求めるのって多分相手に自分の言いたいことの多くをより伝えたいからっていうのがあると思うので、それをやりたいんだったらなんかより多く相手にぶつけていったりとか、あといろんな表現で伝えていったりみたいなのが結局その自分が一番欲しいと思っている状態には近づけると思うので、そう思うと完璧な状態の話をするみたいなのっていらないし、あとそもそも完璧ってなんだみたいなのは結構思いますね。なんかそういう風にしていつも完璧ってないよなって思ってけど、片言の英語で頑張って伝えてます。私の片言の英語でもなんかみんな頑張って聞いてくれる人がすごい多いなと思って、それはすごい嬉しくて、なんか理解してくれようとするし、あと私もこういろんな言い方で伝えたい、単語とか表現で伝えたりするので、なんかそれでどうにかみたいなこう理解分かったよみたいな感じになるので、なんかそんなに自分はめちゃくちゃできないわけでもないし、あとはなんかその完璧に綺麗に話す必要ないなっていうふうに思ってます。これがちょっとビジネスとかになってくると別かもしれないんですけど、だからなんかもう来ちゃえって感じですね。もし海外に興味がある人がいれば。あと結構なんか海外の方もおっしゃるし、自分でも思うんですけど、日本人の人っていや英語話せないっていう人が多いと思うんですけど、なんか私も前思ってたんですけど、なんか今だと私英語話せるなって思ってます。だし周りの人も日本人は英語話せるよって言ってくれるんですね。でその話せるっていうのが、例えば「Hello, my name is 千尋」とか、もうこんな中学生とかで習う基礎の基礎とかでもぶっちゃけ意味は伝わるじゃないですか。そのどれぐらいの難しいことを言うかっていうのは抜いといて、これってもう話せてる状態なので、なんかそう思うと別に私たちって話せるんですよね。ただ発音とか聞き取りとかあんまり得意じゃなかったりとか、あとちょっとこう込み入った話ができないっていうのもあると思うんですけど、
話せます。なのでなんかそこは全然自信持っていいというか、てか話せてる、自信どうこうじゃなくて事実として話してるから、なんか別にそこを自分でわざわざ下げる必要ないなっていうふうにと思いました。でやっぱりこっちの方々、日本以外の国の方の多くがやっぱその自分の母国語以外に、働いたりとか、なんかそういう移住とかのために他の言語をちゃんと話せるレベルまで教育で受けたりもしていたり、あとは強制的に自分で勉強したりとかってしているので、何かの言語をうまく話せない経験とか感覚っていうのは知っている方がすごい多いので、全然理解を示してくれるし、日本だと多分話せて当たり前というか、日本人同士が日本語だけで話しててその状態が当たり前になりすぎてて、多分そうじゃない状態は恥であったりとか良くないと思ってるかもしれないですけど、多分他の国の方々からすると全然普通というかよくあるよねみたいな感じ、頑張れみたいな感じの方も多いので、なんか私たちは結構日本語喋れる日本人は英語喋れる人は結構多いんじゃないかなって、思うようになりました。これは結構でも嬉しい気づきですね、私の中では。あとはその結構こっちの日本人じゃない方が喋ってなんかコミュニケーションできてるなっていう実感を得る瞬間がすごい多くて、全然こう片言の全然完璧じゃない、完璧というかその綺麗な文章になっていない言葉でやり取りとかしていても、そのつながってるなみたいな感覚がすごい実感します。なんかより実感する、日本にいる時より。でこれは何なんだろうなっていうのは結構自分なりに考えてて、やっぱこうコミュニケーションするのって、何かちゃんと伝えたいっていうのもあると思うんですけど、つながりを感じたい、人とのつながりを感じたいなっていうのって多分根本に本能としてあって、だから話をしたいと思うんですけど、ちょっとこれは私も言語化するのにいろいろ調べたんですけど、なんかコミュニケーションっていう言葉って元がラテン語のコミュニスっていう言葉らしくて、これがその共通のとか共有するとか分かち合うとか、なんかそういう言葉が由来しています。なので、コミュニケーションっていうのはその自分の考えや感情を相手と共有したりつなぐみたいなのが、概念として意味としてあって、なのでその相手と自分で同じ世界を共有するみたいな感覚のことなんですよね。なので単に一方的に伝えることでもないし、分かち合うこと、共有することっていうのがコミュニケーションで、これって人間以外の他の動物とか植物とか他の生き物もやっています。コミュニケーションっていうのはそもそも多分生き物としてはそのコミュニケーションするのって、生存するため、あとは子孫を残していくためにやっていて、生存するためには、例えば食料を取っていくのに誰かと協力していかなきゃいけないとなると、何かやり取りをして協力する体制を作ったりとか、あとは危険な存在が近づいてたらそこから逃げるとかのために周りに知らせたりとか、あとは、求愛行動とかするのに相手にアピールするとか、そういうことのためにやっぱ自分以外の他の生き物に対して何か意思疎通を図っていくみたいなのが本能的に動物として生き物としてやっているので、でもそれが人間の場合だとより言語っていうコミュニケーションする上ですごく便利なツールを作り上げてどんどん発達させていっているっていうのが他の動物というか生き物との人間の違いかなっていうふうに思ってます。なのでそう思うと、日本にいる時って日本だからとかって言いたいわけじゃないんですけど、同じ日本語という、要は箱みたいな言葉を
やり取りしてる、同じ言葉をやり取りしてるんですけど、ちゃんと相手のことを理解しようとか同じものを共有しようみたいな感覚同士でいない限りは、お互いにお互いの世界というか認知の中で物事を理解して受け取ったり話したりとかっていう風にしているから、なんかすごいつながってる感覚はあんまり私しなくて、理解してないなとか話ちゃんと聞いてないなとか、私も多分なんか分かんないなとかもあっただろうし、ただなんか同じ言葉、日本語という箱を使っていることで話せてる感覚になっちゃってるなっていうのはすごい感じてて、だからどんなに小難しいなんだろうな、今だと最近もう分かんなくなってきたな。なんか横文字系の言葉をちょっとうまく例が出てこない。使ってたとしても、どんなにかっこよく話してても、そういうなんか小手先みたいなテクニックじゃなくて、もっとこう伝わるとかコミュニケーションするっていうのはもっとシンプルなことなんだなと思いました。だからなんかそういう小手先みたいなものはいらないし、相手を理解したいと思うとかで、自分も理解してもらいたいと思うことみたいなのがすごい大事で、言葉っていうものは一つのツールなだけであって、そのコミュニケーションする上でのなんかいろんなコミュニケーションの方法があるなっていう風な、例えばボディーランゲージでもそうだし、同じ言葉だとしても抑揚であったりとか、声の大きさとかもそうだし、あと相手を見るとか、つまりこういうこととか、いろんなその角度から見て、何を向こうが言いたいのかを理解したりとか、自分がその言いたいことをいろんな方法で、いろんな表現で伝えていくみたいなのが、日本だとすごいあんまりできてないなっていう感覚だったので、こっちに来て結構いろんな文化の人たちがいるから、なんか自分の当たり前が他の人の当たり前じゃないっていうのを結構理解してる人がやっぱ圧倒的に、多くて、だからなんかちゃんとこう、分かったとか聞いてくれるし、あと私の言ってること分かったって聞いてくれたりとか、あとはなんか分かるとか、なんかいろんな表現で表現してくれたりとか伝えてくれたりとかするので、なんかそれがこれがこうつながるって感覚なんだなっていう。で、私もその拙いなりにいろんな表現で伝えると、ある時に向こうも初め何言ってんのみたいな困った顔してたりしても、なんか分かった瞬間にこういうことねみたいな感じでなんか言ってくれたりとか、あとは私が想像しているような答えが返ってきたりする時に伝わったんだなみたいな、この感覚変えられた時にコミュニケーションできたなっていうのがなんかすごい感じられるなっていうふうに思いますね、最近。だからコミュニケーションって何なんだろうなっていうのはすごい考えさせられてます。日本がと言いたいわけじゃないんですけど、結構日本にいる時は、自分もそうなんですけど、相手が何を言ってるかを理解しようとか、自分がどう伝えるかじゃなくて、相手に迷惑をかけないようにじゃないけど、あと自分がバカだと思われないように相槌を打って分かってるよ分かってるよっていうアピールをすることに必死で、相手の言ってることや自分の伝えたいことに全然集中できてない人がすごい多いんじゃないかなっていうふうに思ってます。これ結構日本独自のカルチャーなのかなとは思いつつ、やっぱそっちの分かってるよアピールすることに意識が先きすぎてると、全然相手の話聞けないし、自分の言いたいことも伝えられないし、分かんないことに対して分かんないとも言えないしみたいなところはあると思うので、別にそれが悪いとかじゃなくて、なんか結構なんて言うんだろうな、多分自分が思ってる以上に同じ日本人でさえも、全然違う生い立ちで生きてるわけだし、同じ言葉をやり取りしていたとしても全然違うものをイメージしているわけだから、この認識が甘いとすごいコミュニケーションできている感覚がどんどん薄くなっていくから、自分が気づけていなくても多分すごい
つながれてる感覚が少なくて、それって多分本能的にすごく、満たされないというか不満を感じる状態だと思うので、良くない。で結構やっぱそれでメンタルきたりとかもあると思うので、コミュニケーションについて考え直すっていうのはこっち来てより深まったなと思ってよかったなと思ってます。でもうちょっと話しちゃうと、言葉についてもすごい最近というかここ何年か考えてたんですけど、よく言葉ってただの箱だなっていうふうに思ってて、その昔の原始時代とかであってもこんなに話っていうのは多分できなくて、初めはあとかうとかそういうレベルの発音ができて、そこに意味付けをしていって、どんどん言語ってものは発達していったっていうのが人類なんですけど、例えば魚がいて、それを食べることで生き延びる、でこれを食べようみたいなのをチームプレーで協力していくために、この魚というものを理解していく、他の人と共有していくってなると、何か名前をつける、ラベルをつける必要があって、で、それを、どんどん例えば魚というものでラベルをつけて、みんなで同じように魚だよね、これは魚だよねってみんなで言うことで、その言葉に意味ができる。でそれを、共通の認識として理解していくっていうのが、言葉の役割なんですけど、ただそれって、魚って言っても例えばいろんな魚がいて、クジラなのか、メダカなのかとかでも全然同じ魚であっても違うわけだし、それはその同じコミュニティ組織の中でこれが魚だよねっていう共通の認識が得られる範囲でしか、そのラベルというか、私箱って思ってるんですけど、言葉は魚という箱の意味、そこに入れてる意味みたいなものっていうのは、その組織でどういうふうに認識してるかで全然中身が変わってくるっていうふうに思ってます。例えば、めっちゃ極端な例ですけど、A という場所では、A というコミュニティでは、魚というものをもうほんとちっちゃいもの魚ばっかり得られるから、この尾びれがついてて海に泳いでるとか、そういうものを魚って言ってるけど、 B というコミュニティではもうマグロとかクジラとかそういうぐらい大きい魚ばっかり見る。でそれが海に泳いでるもので、だからこれを魚と僕たちは認識するんだよねってなっちゃうと、同じ例えば魚という箱でその理解をしていても全然違うものになる。だから A というコミュニティにいる人と B というコミュニティにいる人が例えば話をして、そこで魚という箱の言葉のやり取りをしても全然違うものを認識しているみたいなところは、その言葉の便利な部分であり、デメリットじゃないですけども、気をつけた方がいいことなのかなというふうに思ってて、でもこれって今までは日本とかだと、島国で日本語というオリジナルの言語があって、で結構その他の国からの人が全然入ってこないから、日本っていう中で見る世界を日本人の中で共有できてたから、同じような箱をやり取りしてもなんとなく同じようなことが認識し合えていたけど、今って日本国外から他の国の人が日本に来たりとか、日本に限らず SNS とか、ネットの発展によっていろんなつながり方ができるようになって、国とかでくくれなくなってきて、オンラインであれリアルであれ、いろんなところで人の集まり、組織、コミュニティっていうものができている。でその中で独自の言葉とか概念みたいなのがどんどんできているし、変わっていってるなって思うと、別に日本に限らず高校の人たちの中ではこれはどういうものを指しているんだろう、この言葉の箱には何が含まれているのかみたいなのはちゃんと理解をしていく姿勢を持っておかないと、持っていった方がより向こうと同じ共体験ができるというか、つながれた感覚っていうのは得られるかなと思うし、逆にそこを疑いもなく自分と同じような意味合いで使っているだろうとか思っちゃったりすると、つながる感覚っていうのは全然得られないんだろうなっていうふうに思います。それが今の
SNS とかネット社会における心に留めておいた方がいいとか知っておいた方がいいことなのかなって思ってます。疲れた。だから何が言いたいかというと、言葉はただの道具であってコミュニケーションの一つのただの道具、それをやり取りしてるだけで伝わるって思わない方がいいし、一方的に放って伝えれば伝わるとかって思わない方がいいし、そういう同じ感覚を得るとか同じ体験をしているレベルまでコミュニケーションしていくってことをやんないと、多分動物というか生き物として持ってるその何かとつながりたいっていう本能は満たされないなっていうふうに思ってるので、それって別に言葉だけじゃなくて他のいろんな表現方法で伝えていけばいいし、そういうのが今のこの言葉だけやり取りしていれば伝わったよねみたいな風に見なすこの近代の社会構造と価値観みたいなのは結構一旦落ち着けって感じで見ないと、無意識的にどんどん心がすさんでいくというか、多くの人が静かに病んでいっている、自分も含めてですけど病んでいってしまうこの今の現代っていうのは、起こるべくして起こってるなっていうふうに思いますね。このネット上でのサービスの普及とか人とのつながり方みたいなの止まんないと思うし、より加速するだろうし、でそれに対してこういうことを教えてくれるような教育も全然ないわけで、自分でコントロールしていくことが多分今だと一番今できることというかかなと思います。誰も教えてくんないから自分で気づいて自分で気をつけていくっていうのが大事だなって思いますね。何の話だっけ。そうで、あとつながるってことは別に自分を大きく見せたりとか、すごいことやってますとか、いつも頑張ってますとか、あと横文字とか難しい言葉とか、そういう難しいこととか小手先とかはあんまり結局は基本必要なくて、つなぐっていう感覚を得ることに関してはもっとシンプルなんだよな、人との関係っていうのはすごいこっちに来て改めて思ったっていうのがあるなっていう話をしたかった。ただやっぱより仕事のこととかビジネスとかなってくると、人と深い関係を作りたいとかってなると、今の全然言語力だと無理って困ってます。だから毎日泣いてる。泣いてはないですけど、毎日って思うんですけど、これはもう本当に一個一個やっていくしかないなっていうふうに思ってるから、そこに集中して目の前のことに集中していきたいなって思うし、ではどれぐらい困ってるかで言うと、今バイトしたくてこっちでいろいろと受けてるんですけど、こっちだと結構飲食店とか見てて、こっちだと基本トライアルで一回ちょっと入って数時間ぐらいで、それでお互いの相性を見るみたいなのがそうやってるところが多くて、で今2個ぐらい行ったんですけど、最近やっぱりどんなに練習したり頑張って覚えててもとっさに出てこなかったりとか、あと発音が微妙すぎて向こうがみたいなって困った顔してて、あーってなって、ちょっとさって逃げてきちゃう自分もちょっと恥ずかしいなと思ったり、普通に困る。お客さんに対してもだし、あとスタッフ同士のやり取りも全然うまくできないから、ちょっとできないことより昨日よりできたことに集中してやっていきたいなという所存でございます。今日ね天気悪くて
曇りなんですよね。でこの部屋も暗いし電気かよって感じですけどね。まあそんな感じですね。なんか今ドイツは一番、今足で押しました。今ドイツが一番いいシーズンらしくて、今これタンクトップでいますけど、まあ若干ちょっと肌寒いぐらいで、ただまあちゃんとお日様が出てたらこれぐらいの格好で全然いいし、ただ夜になると結構1枚羽織んないと寒いなって思います。ここからどんどん日も短くなって寒くなっていくみたいなのがあるので、ちょっとその寒い冬越えれるかどうかは分かんないですけど、今のこの季節を楽しみたいなというふうに思ってますが、日本は多分めちゃくちゃ今暑いらしいですね。こっちは結構その湿度が低いんで、全然なんか暑かったとしてもなんか平気だけど、日本の湿度はやっぱ体力奪われますよね。ちょっとあんまり羨ましいとは思わないから、そんな感じでちょっとこんな感じでライトに上げていきたいなというふうには思っているので、あともし何かまあベルリンについてもでいいですし、あればお気軽にコメントというかいただけると嬉しいです。そんな感じですごい40分ぐらい一人で喋っちゃった。またあげます。バイバーイ。でもあとあれ、私がこっちに来て1ヶ月ぐらいで間で、日本人じゃない人と話した時の様子とかちょっとあげます。どんだけ低い英語レベルで来てんだよって感じ。いや低くないのか、低くない、喋れてる。でもどれぐらいの状態で来てるのかみたいなのはちょっと多分編集であげます。またね。Video. Okay, but we have to drink something instead. You cannot drink. I cannot drink? No. Why? You order レモン I サワ ordered, ー。 yeah. レモンサワーお願いします。Yeah, onegaishimasu. お願いします。 Onegaishimasu. Soriga Shinsei-da. いつ言うんだよ。 Sorina Shinsei-da. ありがとうございます。 Arigatou gozaimasu. Good teacher. Yeah, I think so. Arigatou Perfect. gozaimasu. Very good. そう思う。 Yes. Datomo. You're a good teacher, Please say Datomo. again. You are a good teacher. You're a good teacher. そう思 Yeah. No, I have to say you're a good teacher, う。だ Datomo. と思う。いや。Nice. Why? Actually, I want to start YouTube. But how? What kind of manga do you like? It's not mine. It's my good girlfriend. She's manga. She's a gay manga fan. Gay? Okay. I don't like that one. It's not mine. What is that?